猫と日本語。猫和日语 Cats and Japanese. 初級の文系。Sentence patterns for beginners. 昨日ひらがなを習いました。I learned hiragana yesterday. 皆さん、こんにちは。さくらです。僕は猫猫です。一緒に文系を勉強しましょう。今日は格助詞にの用法の一つを詳しく説明します。このチャンネルは本気で日本語を勉強したい人に向けたチャンネルです。僕と一緒に勉強しましょう。例文もたくさん紹介します。概要欄にある関連動画もぜひご覧ください。会話の練習や単語、フレーズの確認などができます。チャンネル登録といいねもうお願いします。文系の紹介。昨日教科書を読みましたか？5月1日に日本語の授業を受けました。基本の例文。昨日ひらがなを習いました。I learned hiragana yesterday. 昨日教科書を読みましたか？ Did you read the textbook yesterday? 読みませんでした。I didn't read it. 5月1日に日本語の授業を受けました。I took a Japanese class on May 1st. これらの文系の意味や表現できること、過去の出来事について述べられます。格助詞にを使って物事の実行時間を示すことができます。品詞の説明。昨日教科書を読みましたか？ Did you read the textbook yesterday? 昨日名詞です。教科書名詞です。をこれは動作の対象を示す助詞です。読みました。これは動詞に文を丁寧な表現にする助動詞ますと過去を表す助動詞たがついたものです。か文末につけて疑問文を作る修助詞です。主語の省略について。日本語では会話の中で主語を省略することがよくあります。この文章では私はが省略されています。話し手と聞き手の間で会話の主題がすでに明らかな場合は会話をできるだけ簡潔にするために主語が省かれます。日本語の他にも主語が省略される言語があるそうです。日本語の会話に慣れないうちは主語を入れて話しても構いません。しかし、あなたという認証代名詞は使わないようにしましょう。この言葉は相手に対して失礼だと思われます。私自身はあなたという言葉はほとんど使いませんが、あなたを使うのは個人的な関係や親しい人に対してだと思います。例えば、自分の配偶者などに対してです。日本の文化では、個人の自己主張よりも集団の調和や一体感を重視する傾向があります。そのため、相手との関係性においては、適切な距離を保ちつつ、相手の立場や感情に配慮することが重要視されます。あなたをあまり使わないのは、そのような心理の表れと思われます。また、日本語では会話の際、彼や彼女といった認証代名詞もあまり使われません。認証代名詞ではなく、主題の人名そのものが使われることが多いです。名前がわからない人に対しては、役職名や職業名などで呼んだりします。認証代名詞に関しては、また別の番組で詳しく述べます。助動詞や動詞の活用。Read. 読む、読みます。読む、読みます。ます。た。読みますは動詞、読むに助動詞、ますがついたもので、現在の時間、未来の時間を表すと、前回の授業で勉強しました。読みますは動詞、読むのます形です。丁寧形という礼儀正しい表現です。この形を否定の形にしてみましょう。読みません。読みました。読みましたは読みますの過去や完了を表す形です。この形を多形と言います。過去や完了を表す助動詞たがついています。この形を否定の形にしてみましょう。読みませんでした。普通形の動詞の活用について説明します。読むは辞書形です。これが動詞の基本の形です。
読まない。これは読むの否定の形です。動詞の後ろに否定の助動詞ないがついています。読んだ。読むの普通形の他形は読んだです。読んだ。これは過去や完了を表しています。この形を否定の形にしてみましょう。読まなかった。ちょっとややこしいので例文を挙げてもらえますか？わかりました。I read the textbook every day. 毎日教科書を読みます。I will read the textbook tomorrow. 明日教科書を読みます。I read the textbook yesterday. 昨日教科書を読みました。I don't read the textbook every day. 毎日教科書を読みません。I didn't read the textbook yesterday. 昨日教科書を読みませんでした。I read the textbook every day. 毎日教科書を読む。I will read the textbook tomorrow. 明日教科書を読む。I read the textbook yesterday. 昨日教科書を読んだ。I don't read the textbook every day. 毎日教科書を読まない。I didn't read the textbook yesterday. 昨日教科書を読まなかった。覚えることがたくさんありますね。外国の方には難しいですね。日本語に触れる機会をたくさん持ちましょう。日本語をたくさん読んでたくさん聞きましょう。日本のドラマや映画を見るなど楽しい方法もいいですね。動詞の活用の仕方についてはまた別の番組で詳しく述べます。時間や時期を表す助詞について。には格助詞です。には行動の時間期間を表します。格助詞には時間や期間を表す名詞の後ろにつきます。9時9 o'clock. に Watch the drama. ドラマを見ます。1月3日 January 3rd. に To ski. スキーをします。 Tuesday. 火曜日に Watch a movie. 映画を見ます。にの前には時間を表す名詞や名詞句が置かれます。しかし時間を表す名詞のすべてにがつくわけではありません。にをつけない時間を表す名詞について、今を基準として表す時間の名詞にはにはつけません。 Today. 今日 Tomorrow. 明日明日 Yesterday. 昨日と明日などは今日という時間を基準にしています。昨日とは過去の日にちを指し示します。具体的には今日から1日前の日を指します。一方、明日とは未来の日にちを指し示します。具体的には今日から1日後の日を指します。 I will learn kanji tomorrow. 明日漢字を習います。 I learned hiragana yesterday. 昨日ひらがなを習いました。頻度を表す名詞にはにはつけません。 Every day. 毎日頻繁に行われているという意味です。 Always. いつも Do you write kanji every day? 毎日漢字を書きますか？ I always buy flowers at this store. いつもこの店で花を買います。にをつけてもつけなくてもいい時間を表す名詞。特定の時間が基準になっている言葉にはにをつけてもつけなくてもいいです。 Work. 仕事の After. Later. あと After work, I had a meal. 仕事の後食事をしました。 After work, I had a meal.
仕事の後に食事をしました。ある程度長い期間を表す名詞にはにはつけてもつけなくてもいいです。spring, 春 spring break, 春休み I will travel with Aditi during spring break. 春休みアディティさんと旅行します。 I will travel with Aditi during spring break. 春休みにアディティさんと旅行します。これで今日の授業は終わりです。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録といいねもうよろしくお願いします。またお会いできることを楽しみにしています。さようなら。